おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今日お願いします。9個スタンプシールですか？シールですか？あ、これなんかね、お客さんが作ってくれて、裏のタイヤのとこもですかこれ？裏はね、遊びでこうやったんだけど、あ、ご自身で。そうそう。えそしたらお客さんがこういうのを作ってくれて、座席お願いします。はい。ゴミの流れってどんな感じになっていくんですか？さあスープを作ってってでネギを仕込んでったりとか、まあそんな感じですね。秒でやっていかないと間に合わなくなっちゃうんで。お名前とご年齢伺ってもいいですか？坂本哲夫、53歳。お店は何年ぐらいされてる？でおかげさまで24年、この6月で5年目入る。この後もう半頃、もう来たかなけど、あと2人来ます。もう3人でもうお店は。 3人で朝は。おはようございます。お願いします。ありがとうございます。今日何時起きなんですか？今日は3時。ご自宅は近いん？大体17キロぐらい。17キロぐらい。30分ぐらい。っそうですね。てことは毎日3時起き。はい。このお湯で炊いてるんですか？もう熱湯で一気に立ち上げちゃう。これ豚の背脂、スープに入ってる。冷蔵庫で冷やして置いてあるんで、ちょっと硬いので、この排気熱量で、だからスープだけを前日の夕方あたりに作っておいて、でそれを温め直して、でどんどん油とかいろいろ出汁が入っていって、でそれでこっちでも作ってるんだけど、はい。朝一発目ここだと間に合わないんで、もう前仕込みでやってやるやつから使ってる。ラーメンショップの場合炊き出しスープって言ってお湯を足しながら濃くなりすぎないように使ってるっていうのは全部手作りで、そのお店で作ってるっていう感じ。で、結構お店ごとに味がちょこっとだけ違ったりする。だからやっぱそのばらつきっていうのはやっぱりそのお店の味っていうかね、そのお店のやり方が微妙にこう違うとか、そういうのがあるんだよ。ここのラーメンショップのラーメンだと味でいうとちょっとどういうところが特徴？こってり感はあるんだけど、
とやっぱりこうスープがそこまでドロッとしてなくて飲みやすい食べやすいなってると思います。この大量のネギは1日分ですか？いや、全然、途中でまた適量ですね。足りないですか？で、ええ最後に調べたわ。新鮮です。初めて来た人はどれを頼むとこの店の味を分かるというかありますか、そういうの？やっぱりもうこの辺にあるのがその写真になってるのはおすすめ。ネギもチャーシューもたっぷり焼いてて、まあまあの値段はするんだけど、もう必ず納得いってもらってる。味的にはこう醤油、味噌、塩っていう展開になってるけど、やっぱり塩がかなり出てますね。塩ネギチャーシュー麺がいいです。そうですね。はい、皆さんどうやって食べるんですか？ご飯とかを頼まれて食べられるんですか？頼む人もいますし、まあご飯ともよくあるんだけど、まあでもこれでもかなり量あるんでね、まあ満足してもらえると思います。店内にデザート系のなんかクレープとかがあるのは、隣の店舗でカフェの展開もやってるんですよ。あ、坂本オーナーが。そうえで朝は俺がプロビューでやってるんですけどだからこれでラーメンショップの方がちょっと一段落したらもう向こうは開けに行っちゃう。だからまあ少し朝カフェみたいな感じでやれるようにやってます。ありがとうございます。朝日が浴びられて、で田んぼの風景も見れて気持ちいいですよ。ロケーションがいいですね。見通しいいし。
Exatamente, contei no início. Vai,楽しい。大丈夫です。どうぞ。ありがとうございます。出荷管理コテリリース。ちょこちょこ数えには来てるんですけど、全然これ一番です。ようやくこれです。ということはどうですか、このラーメンショップの味は。美味しいです。美味しいですか。はい。今日は何を頼まれたんですか。今日はチャーシュー麺。はい。まだ朝5時前ですけど、どうぞ。全然問題ないです。早朝の美味しい朝ラーメンを食べさせてもらって、チャーシューがほどほどで柔らかいです。マジで美味しいです。どちらから来たんですか、今日。今日は僕福島県の方から来まして、車ではい、車で2時前に出まして、で先ほど着いたっていう感じですね。はい。お仕事とかでなく。仕事でも何も関係なく朝早く来て、どうしても平日休みやったんで来ようかと思いまして、それで来ました。また来ます。美味しかった。美味しかったですか。いつしか牛子とかも行きたいんですけどね。いや、もうスープね、一口目すすった時、飲んだ時、わあ美味しいと思いましたね。もう店主もいい感じの人で、また来ます言ってちょっと喋って、リピありですか。もう全然あります。隣開けるか。はい。なんか秘密基地みたいなお店ですね。かっこいいでしょ。は本当秘密基地なんですよ。い。へえ。ゼファーですか。これゼファーじゃなくてZ。Z。今年のモデルですね。Z はもう今も乗ってらっしゃる。乗ってますたまに。で、こっちは坂本さん。こっちはね、アルバイトの子が、アルバイトの子っていうか従業員の人がこれも飾ってくださいって持ってきてね、趣味でやってるの上手でしょ。これじゃあバイトさんの自作。そう、従業員さんがずっと遊びでやってたやつなので、ここに何か飾りたいねって言ったら、じゃあこれ飾っていいですかって言ったら、すげえ。オッケーって感じ。はい、どうぞ。撮りたかったら写真撮ってってください。中も撮れるから、よかったら撮ってみて。開けたばっかの。よろしいですか。よかった。
じゃあ、あとはニンニク多めでね。はい。すみません。はい、どうぞお願いします。梅とピースね。はい。今の。いらっしゃいませ。チャーシュー固めとランチです。どうぞ。右チャーシュー右一緒なんです。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ラーメンお味どうですか？お味は美味しいですね。今日はご飯も頼まれてますけど、いつもこうやって食べるんですか？そうですね。大体この感じです。はい、ありがとうございます。チャーシューすんごい柔らかくて美味しいですね。味もしっかりちょっと染みてて、汁入ってるんですよ。お得感ありますね。あ、大工さんなんだ。はいかっこいい。自分茨城なんですけど、あ、茨城から来てるんですか？はいまだ6時ぐらいじゃないですか。はい今日はどういう予定なんですか？今日はこれから足利の現場に向かう予定なので。今からお仕事ですか？はいめっちゃ早起きじゃないですか。そうですね。あ、そうなんだ。ちょっと早く現場に着きたいもので、あはい。なるほど。結構もう朝からラーメン食べられて行かれるんですか、お仕事は？まあ月2、3回ぐらいです。朝起きてすぐ食べられないんで、途中で、はい、朝食してます。やっぱどうしてもなんかチャーシュー食べたくなっちゃってチャーシュー麺頼んじゃうんですけど、やっぱりチャーシューが美味しいところについ行っちゃいますね。はい。ありがとうございます。はい頑張ってください、お仕事。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、ただいまお伝えしますね。はい、ありがとうございます。
は新ビビションに。チャーシュー麺です。はい、どうぞ。どうですか？美味しいです。店は結構来るんですか？初めて。初めて。今日どちらからいらっしゃる？隣の藤岡町。あっちの店舗は何回か行った。まだ6時前ですけど、今日お仕事ですか？今日は遊びの帰り。遊びの帰り。何をご注文されたんですか今日？ネギチャーシュー麺に黒酢七味。酢入れるのが結構好きで、酢入れるとちょっとパンチ効いた感じで美味しいです。ありがとうございます。どうでしたか？美味しかったです。お腹いっぱいになりましたか？この後は何するんですか？この後は彼を送り返して、はい、自分も寝ます。帰って寝ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。チャーシューラーメンとライスライス。お待ちどおさまです。近くのごまです。美味しいです。とても濃厚で。何回目のご来店なんですか？7、8回は平気で来てますね。はい。お腹いっぱいです。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。また来ますか？はい。だいたいいつもこの時間ですんで。はい。すいません。この後？はい。この後はもうまったりしてそれからパチンコ屋。はい、すいません。じゃあさよなら。ありがとうございます。はい、すいません。上がります。ありがとうございます。ラーメン大盛りドライフー
塩ネギチャーシューの大盛りでライスですね。はい。大盛りだと、普通盛りで原料が 175g だったら、それが倍です。チャーシューも大きいですけど、何グラムぐらいあるんですか、チャーシューは。チャーシューはもう全部でね、120g ぐらいはあります。塩ネギです。はい、ありがとうございます。塩ネギチャーシュー大盛りですね。ドライスです。今日まだ6時半とかですけど、今日お仕事の途中。これからこれから現場です。お味どうですか？まあラーメンショップあちこちある。いろんなところ。現場が近ければ。ここのラーメンショップのラーメンのお味はこれはいかがですか？美味しいです。好きな味です。ありがとうございます。今から仕事ですか？今から仕事行きます。かっこいいトラックですね。かっこいい。ありがとうございます。またお願いします。はい、ありがとうございます。クレープの生地を使って。クレープの生地？じゃあもうずっとさんまさんこっち側にお昼ぐらいいるんで、ピークになったら戻るみたいな感じですか？まあ、大体9時ぐらいになるとスタッフが揃ってきて、でこっち専門でやれること、パートさんとかでも新しいアルバイトの子でもみんなで練習してみんなで回してきて。お客さんって今6時ぐらいじゃないですか、はい、大体もう今からずらっと来るんですか？そうですね、大体7時半、8時ぐらいまではわらわら来てて、で大体ほら8時ぐらいになると会社関係が始まるから、やっぱそれで仕事の人が少しいなくなって、でやっぱり8時過ぎてくると今度は会社に出入りしてた人がまた移動する人なんかが一回下ろしたり積んだりした後にまた寄ってもらえる感じ。バイク好きなんですか？そうバイク、まあ好きっていう感じではなかったんだけど、だんだんみんなのこと見てていいなと思って若い頃乗ってたんですよ。あ、そうなんですね。若い頃は、まあ、川崎の 400cc 乗ってたんですけど、だいぶそれから少し離れて、で大型の免許はなかったんだけど、初めて大型の免許取って挑戦して、かっこいいですよね、このかっこいいですよね。見てるバイク。ね、
これでちなみにおいくらとかって聞いてもいいですか？まあ200万ぐらいです。でも10年ローンだからね。みんなにも買えます全然。あとは俺が生きてるかどうか。坂本さん、今日ははいありがとうございました。はい、ありがとうございます。朝めちゃくちゃ早いなと思ったんですけど、ええモチベーションの部分って何かあるんですか？お客さんがね、こう当てにしてくれるっていうのもあるし、美味しいものを朝から食べられるお店がここにあるんだってことを知らしたいっていうのは大きいですよね。で、みんなお客さん一人一人仕事をやってる人なんか特にそうだけど、一日中頑張ってね、頑張りまくってやってるわけだから、外に食べに行く時ぐらいは本当にいいもの、美味しいものを提供できればと思ってやってます。結構お客さんとコミュニケーション取られてましたけど、はいこうお客さんがどういうことを言われるときが嬉しいとかありますか？いや、うまかったとかね、これで頑張れるわとか、また来るよとか言ってもらえるともう銭金じゃないよね。やっぱりね、もうまたじゃあお待ちしてますって感じでね、気持ちが入りますよね。復習でいうとどういう職業の方が来られることが多いんですかね？話聞くとね、やっぱ運転手さんとか、現場が遠くて早い時間に動き出すっていう人もいるし、あとは介護関係の人たち。今後こうしていきたいとか、店舗広げていきたいとかっていうのはあるんですか？目標的な。もう今後はね、もうお客さんへのもう本当に感謝の気持ちをお店に表すっていうかね、変わらず美味しいものを美味しく食べていただけるようにやっていきたいと思います。こういう物価高騰とかね、そういうのでいろいろこう食材をこうランクを下げてみたりとかね、あまり価格を上げたくないっていうのは分かるんだけど、それがためにこうなんか前食べた時よりもなんかなとかね、やっぱそういうのは避けたいよね。だから少々値段が上がったとしても、やっぱりあの時のあれが食べたいとかね、どうせ買えるんだったらさらにグレードアップとかね、そういう方がやっぱお客さん楽しいと思うしね。一日中頑張っている人がね、一日の楽しみにしてるわけだから、楽しみはもう絶対裏切れないそういう感じでやってます。なるほど。じゃあ最後にいつも来てくださるお客様に一言いただけますか？いつもありがとうございます。もう頑張ってね、自分も年は取ってきたけど、もう変わらずみんなでやってますんで、またお越しください。今日は朝ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。